皆様ご視聴ありがとうございます。いきなりですが、世界一の規模を誇る原子力発電所はどこにあるかご存知でしょうか？あの有名なウクライナのチェルノブイリではありません。世界最大の原子力発電所はなんと皆様が住む日本にあるのです。東京電力が保有する柏崎刈羽原発、これがギネスにも登録されている世界一の原子力発電所。今回は日本人のほとんどが知らない柏崎刈羽原発とその原発で成り立つ柏崎市と刈羽村に行ってみます。この電車は秋田間東京行きです。まもなく阿波ヶ温泉です。停車中の列車にご乗車ください。この列車は特急白雪5号新潟行きです。柏崎18時4分。ということで、今説明した通りですね、私ははるばる新潟の柏崎という町にですね、今来ました。到着しました。で、今回ですね、取り上げるテーマが、原子力発電所がある、町、原発村ということで、原子力関連の、そういった、補助金とか、その原発があることによって成り立っている村。これ結構ね、全国でも特殊なケースで、特に特徴が現れているのはこちらの、柏崎とあと刈羽ですね。はい。このエリアをちょっと取り上げてみたいと思います。明日以降ですね、いろいろちょっとそういったところを、新潟をね、代表するような有名なところでもあるので、その辺を見ていきたいと思います。あとね、明日はその原発村にも実際に泊まってみたいと思います。おはようございます。翌朝になりました。で、昨日説明した通りですね、今柏崎市におりまして、原発関連の、施設が多いこの柏崎で、実際どんな感じなのか、いろいろね、体験してみようと思います。ちょっとさすがに車がないとね、いろいろ見て回れないんで、弊社スタッフと今から車で巡りたいと思います。それで今からね向かってる場所、まず最初の行く場所なんですけど、この柏崎市に対してその原発があることで、東京電力がね、住民サービスの一環というか、利益をですね、享受してもらうためにですね、作ってるカムフィーという、なんて言ったらいいですかね、休憩どころというか、そこで勉強したりとか何でもできるような、いわゆる今風の言葉で言うとコワーキングスペースなんですけど、それに近いようなところをですね、ちょっと一回見に行ってみようと思います。こういった施設がねすごいあるんですよ。やっぱ原発があることで特別感みたいな、それをちょっと行きます。こちらがね、柏崎の、メインの通りというか商店街がいっぱいあるところなんですけど、その中にこのカムフィーっていうね施設があるんですよ。ここにも書いてあるね、柏崎刈羽原子力発電所のインスタグラム発信中。結局あれなんですよね、原子力発電所がこう事業としてやってる住民サービスの施設で、もう作りもすごい、なんか言い方失礼だけど柏崎の街のレベルに対してはそうじゃないようなすごく綺麗な施設ですね。この辺全部多分そうですよ。市民プラザとかね、めちゃくちゃ建物が豪華ですよ。私の田舎より全然なんか金かかってるなって感じです。なんでカフェとか行かなくても、休憩、懇談、読書などを自由に使いください。フリー Wi-Fi やるみたいな。はい。実際に夏休みとかになると子供とか学生がいっぱい勉強しに来たりとかしてるらしいんですけど、ちょっと見てみましょうか。夏とかはエアコンも効いてて静かで、今ちょうど私しかいませんけど良さそうですね。施設の横は柏崎信用金庫ですね。多分この銀行も地方新規の中ではね結構裕福だと思うんですよね。原発から落ちてくるお金っていうのが相当あると思うんで、今この先ですね、ここから刈羽村に入りました。柏崎市と刈羽村の間に原発があるんですよ。だから柏崎刈羽原子力発電所ってなってるんですよね。だからお互いその柏崎市と刈羽村で、両方ねこう原発があることで享受してるんですよ。利益だったり、税金だったり補助金だったりっていうのね。で今、すぐ入っちゃいましたけど刈羽村に入りました。村といってももう本当道も綺麗ですし、
人口は4000人ぐらいしかいないんですよね。それなのに税収がすごいあって、今からその刈羽村の、住民サービスが行われている場所に移動してます。新潟県刈羽村の2023年度の一般会計における歳入は総額で約63億円となっています。電源立地地域対策交付金や原子力発電交付金など原発関連の財源の合計はおよそ47億円に上り、歳入全体の約 74% を占めています。刈羽村の人口は約4000人ですが、このような財政のもと、村民1人当たりに使われているお金は年間で約145万円に上り、刈羽村の財政構造は原子力発電所に大きく依存している点が特徴となっています。今走ってるこの道、この先、もう見えますね。テプコって書いてあるんですけど、柏崎、刈羽原子力発電所方向ですね。もう丘の奥がもう原発なんですよね。もう道のこの綺麗さやばいですね。すごく手入れされてる感じがあります。ほとんどのね、この辺の仕事としてはもう原発関連の仕事が多分多くて、原発があることでみんなのその、就職というか仕事をね、補ってるみたいな。なかなかこう、日本では珍しいんですよね。あと原発がじゃなくなると、何でも反対する人いるじゃないですか。この町多分崩壊するって言われてますよね。今回ね、こちらの、テプコの施設なんですけど、本当であれば予約をすればですね、原発の中ギリギリまで行けるっていうツアーがあるんですが、結構人気で、もう今5月なんですけど、7月先まで予約が埋まってて、ちょっと私たちはね、入れなかったです。で、さらに中に入ったところ撮影はできないということで、国のね、最重要エリアですよ、原発って。だから、もう警察の警備も自衛隊も警備してるぐらいなんで、ガチガチなんですよね。やっぱテロで狙われたら、もう国が吹き飛ぶぐらいの危険なものではあるんでね。で、今この有刺鉄線見えますかね。これ二重になってるんですよね。で、もう中国じゃないですけど、すごい間隔で監視カメラがありますね。25メートルに1箇所ぐらいずつぐらいありますね。中国よく行くからこういうのよく見てるんですけど、これぐらい厳重にやってるところは日本では珍しいんじゃないでしょうか。で、この下に通ってるこの道、この奥ですね。こっから中に入っていくみたいな感じです。で、うっすら見えるんですけど、施設がね、これも原発の施設なんですけど、ちょっとね、やっぱり見えないように、このテラスの上からでも木で見えないぐらい絶妙な感じでやってますね。はい。で、もう私たちはこの中に入ることはできませんけど、このテラスが一番現状だと近くで原発を見えるという感じになってます。こんな感じです。今言った通り、この道をずっとこう行って迂回してこの中に入るみたいな感じで、1号路、2号路、3号路、4号路、5号路、7号路まであるんですよね。かなり大規模ですね。東京電力で今これ止めてると思うんですけど、これ発電すればね、相当電力需要がね、回復、電力需要というか電力の供給がね、助かるはずなんですが、やっぱ日本で反対する人が多いということで、今止めてるんですよね。私は原発動かした方がいいと思ってる立場なんで、はい、よくこれ意見割れるんですけど、止めててもすごいお金かかるんですよね。ご存知の方もね、おられるかもしれませんが、この、柏崎刈羽原発は日本で最大の規模を誇っております。1号機からね、7号機までありますからね。これフル稼働したら相当、ね、東京の、関東、東電エリアですね。かなりカバーできるぐらい力を持ってるんですけど、今動いてないということで、一応世界最大級ですね。原子力発電所で事故が発生した際には放射性ヨウ素が大気中に放出される恐れがあります。体内に取り込まれると特に甲状腺に蓄積されやすく、子供や若年層においては甲状腺がんになるリスクが高まると指摘されています。この健康被害を予防する手段として安定ヨウ素剤が用いられ、新潟県では柏崎刈羽原子力発電所からおおむね半径30キロ圏内に住民票を有する方々を対象に安定ヨウ素剤の事前配布を実施しています。今ね、見えてるこの目の前にあるサッカー場ね、しかも2面あるんですね。2つもコートがあってめちゃくちゃ綺麗なやつなんですけど、これもね、原発の関連のお金でね、賄われているということで、
何度も言ってますけど、刈羽村ね、4000人しか人口いませんからね。4000人の人口に対してもうめちゃくちゃいい設備がありまくるみたいな感じで、2020年頃芝もね張り替えて散水できるね熱中症対策のそういう最新の設備も入ってる、コートみたいです。だから言い方悪いけど町の規模に対して贅沢すぎる設備があるということで、これぞ原発村って感じですね。このように原子力発電所などで電源施設を受け入れた地域に対し交付金や整備費を支給することを定めた法律があり、その法律を電源三法と呼びます。1974年に制定され、当時の内閣総理大臣であり新潟県出身の田中角栄氏が原発の立地を地方振興の手段として位置づけ、財政支援を強く後押ししたとされています。この三法に基づいてこのような制度が設けられ、各種交付金や補助金が交付されています。刈羽村では電源立地地域対策交付金を活用し、障害学習センターラピカやピアパーク東林坊の施設の一つであるサッカー場の整備などその費用に充てています。こんな感じでですね、動いてもない原発、稼働してないにもかかわらず維持するだけでね、今月の従業員数6328人、働いているということで、雇用をねやっぱり創出するすごい特殊なね機械というかなんですけど、関係企業ね676社。この原発反対運動で原発を今動かせてないと思うんですけど、もし仮に全部なくなってしまうとかなり日本に対してのねこういう田舎に関しては壊滅するんですよね。それを多分分かってない人たち、もしくは変わった勢力の人たちがすごい言ってると思うんですけど、日本はやっぱ資源がないんでね原子力必要だと俺は思うんですけどね。これちょっとね私今マニアの心がくすぐられました。この核燃料棒の集合体です。模型ですけど、これね私 YouTube かなんか見たんですよ。臨界させるとこの中多分水が入ってるんですけど、臨界すると青い炎っていうか青い光が出るんですよね。バーンっていって、でそれを捉えた映像が多分あると思うんですけど、実際こういうことですよね。すいません、ちょっと興奮してます。燃料集合体。原子炉とはウランやプルトニウムなどの核燃料が核分裂を起こし、その際に発生する大量の熱を利用する装置です。この熱で水を沸騰させて水蒸気を作り、その蒸気でタービンを回して電気を発生させます。内部には燃料集合体や制御棒、冷却剤などが配置されており、核分裂反応を安全かつ安定して継続させるための仕組みが整えられています。こちらは刈羽村にある、テプコですね。柏崎刈羽原子力発電所関連の施設、これも多額のお金がね投入されてて、一応ふれあいの里直売所となってるんですけど、これも原発関連施設ということで誰でも利用することができます。今来たんですけど私たちしかいないっていう状況で、土地は広いですね。ログハウスみたいな建物。直売所自体は今日はやってないみたいですね。こういう休憩所みたいな場所です。それでこちらが刈羽村にある障害学習センターラピカっていうらしいんですけど、ここにはねプール、ジム、勉強するスペースとか何でもあるんですよ。スポーツセンターみたいな感じで、これもね補助金の56億円かけて作られたという住民サービスの一環のね施設ですね。障害学習センターですからね。この4000人しか住んでない村なのに、もう何万人何十万人いるような都市より恵まれてると。新潟県刈羽村にある生涯学習センターラピカは、電源開発促進税を財源とする電源立地地域対策交付金で整備された大型複合施設です。いわゆる原発マネーとも言われ、約56億円も活用して1999年に建設されています。交付金の対象事業として整備されたこの施設は、地域住民の学習、健康づくり、文化活動、スポーツ、交流の場として多様な機能を備えています。
電源開発促進税は発電事業者に課せられますが、実質的には電気料金に反映されている仕組みとなっています。そのため、日本の国民が電気を使用することで間接的にその建設費を負担していることになります。刈羽村のような原発立地自治体では、こうした税金を活用して図書館や温浴施設、サッカー場などの公共施設が整備されています。こうした実例は原発マネーによって地域インフラが形成される仕組みを象徴しています。あれですね。公民館的な、公民館って書いてあるね。そういう図書館とかも一緒になってて、総合体育館アリーナ的なやつですね。弊社スタッフがね、地元民なんで、こういった地元の人が使うカードっていうのがあって、これで中の施設がね、無料で使えるという感じみたいです。私はね、部外者なんであれなんですけど、住民サービスすごいってことですよ。実際はこんな感じでね、めちゃくちゃいい感じの施設なんですけど、全然人いないです。平日っていうのもあるんでね、奥がその障害学習センターの図書館ですかね。すごいね。超綺麗。おしゃれですし。この中の通路というか、広さがやばいね。芝もさ、金かかってるなって感じですね。やっぱ原発って本当に街を変えますよね。いい意味でも悪い意味でも。それでですね、今回の動画の一番のメインになります。今ね、私がいるところは、ピアパーク東林坊という場所なんですけど、ここもね、原発の施設なんですけど、なんとね、宿泊ができる原発村と言われているようなところです。はい。で、今回私ここ予約しております。1泊6700円朝食付きかな。で、ここは温泉施設にもなってるし、宿泊もできて、あとこの原発のお金でですね、運営されているということで、簡単に言うと公共事業でやってるような、宿というかホテルになります。で、実際に私も今回ね、原発村に泊まってみるっていうのがやりたくて、わざわざ、柏崎に来てるっていう感じですね。で、今からチェックインして中に入っていきたいと思います。ちょっとワクワクしてます。ピアパーク東林坊は新潟県刈羽村に整備された複合施設で、人工芝サッカー場、宿泊施設、ピーチビレッジ、日帰り温泉、桃の湯、レストランのほか、新潟大学の研究施設や園芸用ハウスなどを備えています。この施設は福島第一原発事故後の2012年10月、東京電力からの40億円にも上る寄付金を原資として村が整備、開設したものであり、原発マネーによる地域開発の象徴的な事例とされています。これですね、刈羽村宿泊交流センター、ピーチビレッジ。見た目はね、やっぱりなんかよくある日帰り温泉施設みたいな感じで、綺麗そうですね。結構車が止まってますね。一応ね、宿泊者は温泉も入りたい放題なんですよ。だから楽しもうと思ってます。あと食事もできるところもあるんですよね。はい、こちらですね。ということでチェックインの方完了しました。大浴場もあるし、レストランもあるし、すごい有意義な施設ですね。これで1泊6700円です。今回は201、角部屋かな。あ、違うわ。一番エレベーターに近いこちらの部屋でした。鍵はね、この普通の鍵ですね。カードとかじゃないです。それでは部屋に入りました。和室なんですよね。一応ね、洋室もあるんですけど、今回は和室を選びました。玄関があって、あ、いいっすね。いいじゃないですか。めちゃくちゃ広い。もうエアコンも効いてる。部屋の広さは畳8畳分ですね。はい。で、この床に置くタイプの日立製のエアコンがあって、東芝のテレビがあって、あとお茶とかドライヤーとかあって、で、シャープの空気清浄機もあります。いいっすね。部屋にね、シャワーとかバスタブがないタイプの、一番安い部屋なんですけど、大浴場があるからね、いいかなと思いました。で、アメニティも歯ブラシとかもしっかりありますし、こっちがトイレかな。はい、それでこちらがトイレですね。はい、TOTO製の新しいウォシュレットです。トイレ広いね。結構広いです。冷蔵庫は何も入ってなかったですね。景色は目の前がサッカーコートですね。かなりお金をかけて作ったね、プロ仕様の
人工芝のコートが目の前に見えます。刈羽ピアパークのサッカー場は日本サッカー協会公認の人工芝グラウンドで、公式大会が開催が可能なフルサイズのピッチが2面整備されています。夜間照明や観客席も備えられており、幅広い用途に対応できる施設です。2020年度には人工芝の張り替えと熱中症対策として散水設備の導入が行われました。これらの設備には約 3.1 億円が投じられ、その主な財源には原子力発電所の立地自治体に交付される電源立地地域対策交付金が活用されています。ということで、念願の原発村での宿泊です。はい、この奥ですね、方向でいうとあっち側がもう柏崎刈羽原子力発電所があって、めっちゃ直近の場所にあります。なんで、もしね、やばい事故が起きたら、やばい場所なんですけど、でもね、こんだけ設備も充実してて、部屋も広いし、一泊朝食通期6700円。フロントの方もめちゃくちゃいい対応でしたね。本当に親切な方でした。一応これを見ると、レストランが10時半から15時で、夜の部は21時半まで、ラーメンとか餃子とかなんかやってるみたいですね。で、これ桃の湯っていうんですけど、ここにですね、温泉があります。で、朝もやってて、これ宿泊者の人しか入れませんが、15時から23時まで日帰り入浴も可能ということで、料金確かね、400円とかそれぐらいです。めちゃくちゃ安かったですね。ちょっと後でテロップ出しておきますが。はい。で、結構人が来てましたね。何度も言ってますがね、この刈羽村はね、4000人しか人口いないんですよね。で、このね、規模の住民サービスをしてると。公共事業なんですけど、こういった原発マネーで運営されてる立派なね、公共の宿泊施設もあるということで、これをちょっと取り上げてる人あんまいないんじゃないかなと思ってね、私も実際にわざわざ新潟の柏崎まで来てですね、今は刈羽村ですけど、ちょっと体験してるっていう感じですね。まだまだ晩ご飯の時間ではないんですが、ちょっと下がね、なんか産直市場みたいになってたりとか、施設がまだあるんで、ちょっと見に行きましょうか。こちらの施設はね、入り口が産直市場みたいになってて、この地元で採れた野菜とかが売ってるんですよね。新潟県産のインゲン豆とか、野菜が安いですね。こういうの買いたくなりますよね。柏崎産のネギとか売ってますよ。すごいね。台湾パイン。あとこちらが食堂というかお食事処で、明日の朝食ここ会場になってました。一般的なエビフライ定食とかとんかつ定食とかそんな感じですかね。食券を買う感じなんで、晩ご飯はここで食べるんであれば自分で好きなものを食券で買って食べるっていう感じですかね。はい。この辺コンビニとかないんですよね。なんで自動販売機とかちょっと大事かなと思います。原子力発電所などの電源施設を受け入れた地域に対し、交付金や整備費を支給することを定めた法律があり、その法律を電源三法と呼ばれます。電源三法という原発マネーの仕組みを築いた田中角栄の出身地、西山町にも訪れてみました。原子力発電所の積極的な推進の他にも、当時総理大臣だった頃、中国との深い関わりもあり、戦後長らく断絶していた日本と中国の国交に大きく貢献した当時の資料や写真が掲載されています。それでですね、今田中角栄さんの生家ですねの家がある場所に来ました。さっきの博物館というか、あそこから非常に近くてですね、そこにも案内図まで書いてあったんですよね。で、今ちょっと中は見えないんですけど、実際もう住んでないらしいんですけど、すごく立派なお屋敷なんですよね。娘さんが田中真紀子さんですけどね。はい、ここですね。ちょっと見えないな。でももう木造のすごい立派な家がありますね。田中って書いてありますね。なんかもちろん勝手に入ったらダメなんで、ここが田中角栄さんの生家ということで、よくね世界の偉人とかそういう人たちのね生まれ育った場所とかあるけど、そんな感じでここも紹介されてる場所ですね。はい、こんな感じでした。せっかく新潟なんでちょっとへぎそばが食べたいということで、ビレッジにはねレストランあるんですけど、違うところ食べきまして、へぎそばでタレカツ丼、いわゆる新潟セットみたいなやつですね。はい、これ食べてからまたビレッジに戻りたいと思います。へぎそば昔食べてね、めっちゃ美味しかったんだよね。
この海藻が入ってるそばですよね。はい、うまそうです。最近ちょっとそばばっか食べてるんですけど、このへぎそばはねマジうまいっすよね。いただきます。超うまいねこれ。無限に食える。タレカツ丼、私の地元だとね味噌カツ丼多いんですけど、タレカツ丼ソース味のこれもうまいよね。大好き。最高。ということで食事も食べてね、原発村に戻ってきました。はい、今日はこちらのねピーチビレッジで一人でね原発のそばで、一夜を過ごしたいと思います。で今からね温泉に入っていきたいと思います。それでは温泉に入ってきます。ということで大浴場もね入ってきました。かなり良かったですね。露天風呂もしっかりありましたし、ジェットバスとか炭酸風呂とかもあって、入浴料はね650円でしたね。日帰りで入る場合は。で宿泊してれば何度でも入れるという感じで、やっぱり設備もいいですね。潤ってるだけあります。素晴らしい。人生で多分最も原発に近い場所で今回一泊するんで、今ね何度も言ってるけど稼働してませんのでね、よっぽど大丈夫だと思いますし、稼働してても日本の管理体制はすごいと思うんで大丈夫だと思いますけど、なんかこうね歩いていけるぐらいの距離のところに原子力発電所があって、通称原発村でね私が一泊するとは思いついた時は面白いなと思ったけど、なかなか実際やってみるとなんか複雑な気持ちですね。はい、別に嫌なことはないですけどね。はい、しかも今日は久しぶりの和室なんで、ちょっと今から布団引いて寝たいと思います。久しぶりに畳の上に布団を敷いて寝ますね。なんか日本人で良かったなと思います。そうは言ってもね、意外と日本人の人たちもベッドで寝る人多いっすよね。なんか和室好きだけど、和室だけどベッドがある部屋がいいとか結構皆さん意見があるみたいで、畳の上でね、寝るの嫌っていう人もなんか多いみたいですね。ちょっと私はすごい久しぶりなんでちょっと楽しみなんですけど、はい、もう今から寝ます。今日も疲れた。いろいろ行きましたからね。原発村で今日は寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。ぐっすり眠ることができて、快適でした。でとりあえず今から朝食を食べてその後チェックアウトするんですけど、で今日なんですが、昨日1日かけてですねこちらの柏崎市と刈羽村、原発村と言われているところですね、いろいろ施設を見たんですけど、最後にちょっと離れた場所にはなるんですけど、もともと今ここにある原発が建てられる予定だった候補地の村があるんですよ。ただそこは住民の人たちがね原発反対ということで、結局ね最終的にはその建てられることがなくね選定されずに終わった町があるんですよ。町というか場所がね、原発を呼べばこんな風に発展もして裕福だけど、危ないという危険がある。で拒んだ結果、もともと産業も何もなければですね、町もなくなってしまうというような田舎のね地方の厳しい現実ですよね。とりあえず今から朝飯食ってチェックアウトします。それでは朝ごはんを食べます。ということで朝食はこんな感じですね。バイキングとかじゃなくてこの朝の定食セットみたいなやつですね。でもこれで全然いいですね。なんか嬉しいですわ。日本って感じがして。これは新潟のお米、コシヒカリかどうかわかんないですけど、今お米めっちゃ高いですからね。あと納豆と味噌汁、きんぴらごぼう、漬物、おひたし、魚、目玉焼き、シューマイ、サラダって感じですかね。もうザ日本の朝ごはん、素晴らしい。それじゃあいただきます。味噌汁うまい。お米がうまい気がする。こんな美味しい朝食がついて、ね、温泉もあって部屋も広くて綺麗で6700円は
すごいですね。これも多分原発のおかげですよね。すごいわ。全然あと人もいないっていうのも快適でした。はい。ということでチェックアウトしました。食事もね、美味しかったですし、もう大満足ですね。それでは今からですね、もともと原発が建てられる予定だった、町にですね、行って、その亡くなってしまった町っていうのを見ていきたいと思います。旧角見浜集落周辺では原子力発電所の建設予定地を避ける形で国道402号線が大きく内陸側に迂回するルートに変更されました。その結果、周囲には不自然なコの字型の道路形状が残されています。かつて集落へと通じていた旧道は地盤の崩落などによって通行できなくなり、現在はゲートが設けられ立ち入りが禁止されています。集落跡地の一部には東北電力が取得したとみられる土地も含まれているそうです。それで、角見の集落があった場所に行く道があって、今その入り口に来たんですけど、もともとね、この先に人が住んでたんですよね。ただもう今完全に閉鎖されちゃってて、こんな感じなんですよ。入ることができなくて、歩行者もダメなんですよね。でこの先ずっと本当は村みたいな集落があったんですよ。一応ね、なんか道が崩落してて、もう入っちゃダメですよみたいになってて、でもここあれなんですよ、東電のね、土地なんですよね。もともと原発をね建てるために計画して住民の人たちに出てってもらって、集落がなくなった場所っていうのがこの点々ところ、この辺のところにあるんですけど、行けないという感じですね。本当にね、ゴーストタウンみたいな感じだと思うんですよ。もう家とかももうないのかもしれないけど、それは見たかったんですけどね、ちょっともうそもそもが東電のもう全部ね買い上げた土地になっちゃってるから、さすがに日本ですしね勝手になんかこう入った跡があるんですよ。他の YouTube とか見ると勝手に入ってるやつあるんですけど、ちょっとやめときますね。この先にね集落だったっていうのがなんかすごいなと思ってね、一応そこを紹介したくて今回来たっていう感じですね。新潟市西蒲区の角見浜はかつて越後の毒消しと呼ばれる生薬の発祥地として広く知られていました。明治から昭和にかけては多くの女性たちが毒消し娘として各地を巡り、薬を売りながら村の暮らしを支えていました。しかし戦後の薬事法が施行され、薬の行商が禁止されると、この伝統産業は急速に衰退していきます。加えて角見浜ではまくり出しと呼ばれる自然現象による海岸浸食も深刻で、数十年に一度の大波が砂浜を削り、家屋の倒壊などの被害が出ました。その影響でかつて200軒以上あった民家は次第に姿を消していきます。こうした災害や産業の衰退を背景に、村の過疎化は急速に進行しました。そして過疎化が極限まで進んだ中、東北電力による牧原子力発電所の建設計画が持ち上がります。自治体も土地の取得に協力し、住民たちは保証を受けて周辺地域などへ移り住んでいきました。そして数年かけて住民全員が離村し、角見浜は完全な無人集落となりました。しかし肝心の原発計画自体はその後の地域住民の反対運動によって頓挫し、最終的には建設は中止されました。こうして角見浜は原発も人の姿もない無人地帯となってしまいました。ナレーションでも説明しましたけど、いろんなことがあったんですよね。でいろんなことが重なって商売もできなくなって、原発も建てるっていうことで人も出てたんですけど、この全体的にね反対をされたこのエリア含めてね、で人がいなくなったのに原発も建てないと。でももう完全に終わっちゃったんですよね。結構知ってる人は知ってるんですけど、ここまで詳しく知らない人はほとんどだと思うんで、ちょっと気になってきました。角見の集落がね、なくなった、直接の場所には今入れなかったんですけど、その周辺の海辺、釣りしてる人とかいるんですけど、この辺はもう北朝鮮からのね漂流物、あとロシアとか中国とかのものがたくさんあります。こんな感じで漂流物の中にはね、これ北朝鮮製のインスタント麺のパッケージ、うちのスタッフ今ハングル読めるんでちょっと見てもらって、これラソンで生産されたあれですね、袋麺の牛肉味のインスタント麺ですね。韓国のやつかなと思って、これ北朝鮮のやつですね。本来であれば奥、ここの山あるじゃないですか、この奥の方に集落があって人々が住んでた場所
で、そこに続く道が今閉鎖されちゃって行けなかったんですけど、原発を作るために、町を潰して土地も買い上げて人もねみんな出てったところなんですが、結局周りの人たちが原発反対ということで建てられることなく村だけがなくなったみたいな、そんな場所がここの角見エリアですね。ということで、一応東電のね原発つながりで、最後ちょっと寄ってみたと。で今説明した通りかなりのね海のこの漂流物がいっぱいあるんで、北朝鮮のものとかがあったりしてちょっと今面白くて見てるだけなんですが、非常にのどかですね。奥には佐渡島がうっすら見えます。あとねこの日本海エリアね、こういう浜辺で昔は北朝鮮からこう拉致されてしまうっていうね、事件が起きたりとかしてる場所でしたけども、今はこんな感じですね。一回ちょっと自分の目で見てみたかったっていうのもあったんで、新潟の日本海側のね田舎の方のこんなところになかなか来るとこないんで、ちょっと最後寄りました。ということで今回こんな感じでですね、新潟の柏崎刈羽原発村にね実際に行ってみてどんな感じなのか、あと宿泊までしてね、ちょっと体験してきました。皆さん、よろしければですね感想をコメント欄に書いていただいて、あと知識がある人ね時代背景こうだよとか、多分私がミスってる場合もあるので優しくですねコメント欄で教えていただけるとまたより深まるんで、皆さんもね共有できますからね、よろしくお願いします。あと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。